こんにちは、木之内です。今回は外交や植栽のお話です。家は建物だけではなくて、周りの外交も含めて初めて家として成立しています。家を眺めた時、建物の前に植えられている植栽や目隠しの塀によって家の印象は大きく変わります。家の中から見た時も窓の向こうに何が見えるか、緑や光をどう取り込むかが重要です。私たちの感じる心地よさや生命力は外部からもたらされる光や風や緑によって、そして訪れる人によって得られるものだと考えています。最初にアプローチや駐車スペース、それから庭や中庭の外交についてお話します。まず1枚の写真を見てください。建物は至ってシンプルな外観です。中庭があるので北側にあたるこの外壁面には小さな窓しかついていませんが、今回見ていただきたいのは建物以外の外交の部分です。駐車スペースは建物の左側にあります。建物とお隣との間のスペースに車2台を縦列に止めます。並列に横に並べて止めた方が使い勝手はいいんですが、車の使用頻度と中庭との優先順位などを比較して縦列を選択することにしました。中庭を作るためには建物をできるだけ道路際まで寄せる必要がありましたので、駐車スペースは建物の前面から外しています。駐車スペースの屋根は木材で柱梁を組んで、その上にガルバリウム鋼板の折板を乗せています。道路側のコンクリートの部分は来客用の駐車スペースです。ストライプ状に目地を取って多摩龍を植えていますが、こうすると図と地が反転して全体が植栽で緑の中にコンクリートの板があるようにも見えると思います。建物と土間の縁を切ることもポイントの一つです。建物右手の板塀に沿って奥に長いアプローチがあります。木の門扉をスライドさせてアプローチを奥へ進みますが、アプローチと来客用の駐車スペースの間に香木を1本植えています。ここでは株立ちのイロハモミジと足元にコクマザサを植えました。コクマザサは40センチ程度に成長するので、後ろの建物の基礎の部分を隠してくれます。この写真の中で一番目立っているのがこのイロハモミジではないでしょうか。アプローチの左側にある四角い箱はポストです。商品化されているもので、表札とインターホンと郵便受けと照明が一体になった優れた製品です。外交はすごくすっきりとした印象だと思いますが、あまり要素を増やさずにこれぐらいにシンプルにしておかないと周りが目立ちすぎて建物が死んでしまいがちです。それぞれの家によって条件が異なりますので、外交もまた違ったものになりますが、逆に共通していることもたくさんあります。アプローチや駐車スペースなどの外交を計画する際、私たちが心がけていることをまとめると次のようになります。アプローチの周りに木を植える、アルミのカーポートやフェンス、コンクリートブロックは使用しない、要素を減らすということです。順番に見ていきますと、アプローチ周りに木を植えるというのはこのように香木1本だけに限るというわけではありません。ただ活動している大阪という地域性か、依頼される方に偏りがあるのか、全面に広い庭を作れるケースは少ないんですが、たくさん植えられるならそれに越したことはありません。少なくとも香木を1本は植えようということです。この香木が1本あることによってスペースというか場が生まれます。説明がちょっと難しいんですが、仮に砂漠を旅していたとします。見渡す限り砂しかない砂漠の真ん中に棒が1本だけ立っているとしたら、この辺りで休憩しようという人は必ずこの棒の根元で休むことになるはずです。それは棒があることによって領域が生まれているからだと思うんです。それと同じように香木の周りに領域ができて、広さ自体は変わらないんですが、意味のある場が生まれます。訪れる人はここが家のアプローチであることを知って、間違いなく目標に向かって進むことができます。アプローチを進んだ正面にもアイストップとして木があると、さらに空間に奥行きが出ます。もし周りの家も道路沿いにたとえ一本でも木を植えたとしたら、
緑豊かな潤いのある街並みになります。街並みは決して行政が作るものではなくて、一軒一軒の家が作り出すものでもあります。2つ目はアルミのカーポートやフェンス、コンクリートブロックは使用しないということです。こういった工業製品は一つ一つ見ると悪くはないんですが、これが連続して街並みになると何とも言えず無味乾燥な風景になります。フェンスやコンクリートブロックは臨地境界などで目立たないところで使うのはやむを得ないとは思うんですが、せめて道路から見えるところでは避けたいと考えています。今までアルミのカーポートは採用したことがありません。もちろん機能的だし、費用も安いし、商品的に優れているのはわかるんですが、決して美しい家にはならないように思います。私たちの先人はもっといい街並みを作ってきましたし、私たちの感性はもっと豊かなはずです。このような選択肢しか用意できていないのは、建築業界にいる者としては力不足を感じるところです。カーポートを作る人はおそらく荷物の積み下ろしをするときに体が濡れるとか、車に埃がたまるシーンをイメージされてカーポートが必要だということになるんだと思います。ただ大雨の時に車に積み下ろしする頻度や車が屋外の移動手段であることをよく考えていただくと、必要がないと感じられる方はもう少し多いように思います。多くの場合カーポートよりも木を一本植えた方が住まいはずっと豊かになります。どうしても屋根を設ける場合はこのように少し引っ込めるか建物と合わせるといいです。汚れてはいけない趣味性の高い高級車はビルトインガレージを作った方が良さそうです。3つ目は要素を減らすということです。家づくりを勉強されるにつれてあれもこれもとやりたいことは増える一方だと思います。ただそれを全部取り入れようとすると統一感のないものになってしまいます。捨てて最後に残るものだけを採用するイメージでちょうどいいくらいです。それに油断するといろいろな設備が顔を出します。問いが見えたり、エアコンの室外機やガスや電気のメーターや水道の蛇口が出てきます。これらはできるだけ隠してやりたいところです。それでは私たちが実際に使っている素材や植栽の種類などを見てください。耐久性やコストを考えると使える種類はそれほど多くありません。駐車スペースの床は代表的なものとしてはこの家のようなコンクリート、そしてヨーロッパの石畳のようなピンコロ石、雨水が浸透するようにコンクリートの平板を並べたもの、グリーシを敷き詰めたものなどがあります。アプローチの床については同じようにコンクリートや豆砂利洗い出し、タイル、石などがあります。玄関と合わせることが多いです。植栽については香木としてイロハモミジ、ヤマボウシ、ヒメシャラ、アオダモ、シマトネリコ、シラカシ、黒竹などがあります。地皮と言いますが、下草としてココマザサ、ヘデラ、テイカカズラ、オオイタビカズラ、ハイビャクシンなどがあります。インターホンのポストについてはここで使用しているのはエンブレムポストという商品です。このようなスチールのエッジ鋼を加工してインターホンを設置する場合もあります。独立して設けない場合はポストを壁に埋め込んだりインターホンを表札で覆ったりしています。照明も大切なポイントです。できるだけ照明器具の存在感は消したいところです。土に突き刺すスパイク型の照明や壁に取り付けるブラケット照明、ここでは下だけを照らしています。床埋め込みの照明もあります。これはライトアップというよりも飛行機の滑走路に誘導灯が灯っているような感じです。駐車スペースやアプローチに続いて庭の方も見ていきましょう。先ほどの家の内部ですが、中庭にデッキテラスを張って室内の床を外部まで連続させています。こちらの香木はヤマボウシです。庭周りの外交を計画する際に心がけているのは次のような事柄です。内と外をつなげる、落葉樹を植える、プライバシーを守るということです。最初の内と外をつなげるというのは
暮らしに大切な光や風や緑といった自然は外部にありますので、その外部と室内を連続させて自然を取り込もうということです。デッキテラスを設けることはよくありますが、デッキテラスがいいのは内部の床と高さを合わせられることです。デッキがない場合は雨水が室内に入らないように内部の床と庭に段差をつける必要が出てきます。室内の床を外部まで伸ばすイメージですが、大きく張り出さなくても縁側のように軒の下だけでも張り出していると半屋外的な空間ができます。次に落葉樹を植えるということです。庭には必ず香木を植えたいところですが、ここでは落葉樹を選択しています。夏は日射を遮って、冬は葉っぱを落とすので日の光を通してくれます。庭の木としては最適です。それに家にいながら四季を感じられるというのは何とも言えない贅沢な時間ではないでしょうか。最後のプライバシーを守ることも大切です。せっかく庭に面して大きな窓を設けても、お隣から見えてしまってはいつもカーテンが締め切りになって意味がありません。特に窓から見える面の塀の高さや透ける度合いに配慮したいところです。それでは庭で実際に使っている素材や実例を見てください。デッキテラスはベイヒバやレッドシダーやウリンなどを使っています。表面には浸透系のリボスやオスモカラーなどを着色と木材の保護を兼ねて塗装しています。水平面のデッキはどうしても直接雨を受けるので、できれば2年に1回程度塗装してもらうと長持ちします。難しければ耐久性の高いウリンなどにするか、最近では保存剤を浸透させた木材もありますので、頻繁にメンテナンスが必要なデッキに関してはそういうものも選択肢かと思います。ここでは軒の下だけデッキを持ち出しています。縁側のような空間です。ちょっとした隙間もデッキを張ると結構広く感じます。室内が土間仕様でしたらそのまま屋外へと連続します。庭に植える落葉樹は山帽子やイロハモミジを選ぶことが多いです。山帽子は欅のようなきれいな樹形ですが、欅のように大きくならないので使い勝手がいいです。春先に白い花が咲きます。イロハモミジはご存知の通り紅葉の美しい樹木です。中庭の場合は自分の家の建物に囲まれているんですが、お隣や道路から見られる場合はこんな風にしています。こちらでは板塀を立てています。この隙間の幅で見え具合を調整しています。林地側でも風は通したいので、ここでは FRP グレーチングを目隠しに使用しています。隣から見られたくないところは右手のようにガルバリウム鋼板の波板を張っています。庭が広い場合はあまり長い目隠しを立てるのもコストがかかりますので、木の成長を待つのも一つの手です。ここでは木のフレームを組んで必要なところだけ吉図などの目隠しを設置できるようにしています。こちらも庭は広いので一部をコの字に囲ってデッキテラスとしました。しっかりとプライバシーを守れる場所を作って、あとは多少見えても構わないという考えです。またスポットライトや外部用コンセントもあると便利ですのでご検討ください。今回はアプローチや駐車スペース、庭などの外構や植栽について見てきました。中庭については別の動画でもまとめていますので、そちらもぜひ参考にしてください。昔、外構工事は別途にするハウスメーカーがあると聞いたときは驚きました。庭なしでは内部空間も豊かになりませんし、一戸建ての意味がないと思うからです。もし予算がオーバーするなら建物を削ってでも庭に予算を回すべきです。庭に木を植えることが最も費用対効果が高いとも言えるのではないでしょうか。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお伝えしますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。